こんにちは、富代です。この動画を見ていただいてありがとうございます。今回は A ラインのボブ、バックにグラデーションが入った前下がりのボブをカットします。この動画は以前プロ向けに販売されていた動画を再編集して無料版で紹介させていただいています。今回はモデルをカットしていきます。顔の表示にモザイクをかけています点、見苦しいとは思いますがご配慮ください。このスタイルも永遠に支持されているスタイルです。ですから基本として選んでいます。この基本ができればいつの時代の前下がりのボブがファッションとしてニュースタイルになったとしても対応できるはずです。では早速見ていただきましょう。ご覧ください。このスタイルでは毛束の引く方向とリフトアップ、さらに毛束の引きの角度を少しずつずらしていきます。この3つを操ることでウェイト位置とカットラインの調節ができます。ヘアデザインをする上で素材を見極め、微妙な引きのずれ具合などを使い分けることで一人一人の持ち味に見合わせていきます。ではグラデーションの中のバックから攻めるハイポイントの前下がりのグラデーションをカットしてみたいと。キングとしてはまずセンター、その人の持っている頭を垂直にして中心に分けます。頭が一番出てる部分のやや上あたりから斜めに取ります。反対側も同じように斜めに取ります。この時に最初取った耳の位置のどの辺で終わってるかっていうのをちゃんと覚えておいて、その位置で終わるように取ります。左右対称に取るという、このようにセンターに分けて両サイド同じ位置になるように少し前下がりにブロッキングを取ります。そうしましたらまずセンター部分を取って、ここの長さを決めるということは、あらかじめモデルさんの顔の長さを確認して最終的にサイドの長さをどの程度の長さにするかということをちゃんと自分でイメージして、その長さに対してポイントがどの程度上がっていくと綺麗なラインになるか、そういうことをイメージしてここの長さを決めます。実際に切る時には初めから自分のイメージ通りの長さにするのではなく、当初心持ち長めに切ります。横から見てこの段差のポイントがこの程度でいいかどうか、それを確認して最終的にあと何センチ切るとイメージ通りだなということを考えてから自分の思う長さにカットします。これでガイドが決まりましたので、今度は半分に分けます。はい、ここはスライスを斜めに取って、当初縦スライスですけど次最終的にはこのブロッキングラインと平行になるような感じに持ち上げてきます。これが今までのグラデーションと違うところは、シェイプの引きを正確にすることと、それと少しずつリフティングすることと、リフティングしながらもまた少しずつずれていくっていうグラデーションの難しさがあります。次はガイドに合わせてどちらかというとオンベースに近い形でカットします。はい、次のセクション。はい、次のセクション。放射状に斜めに取っていきます。はい、最後のパネル。最後のパネルはブロッキングのスライスラインと平行になるようなイメージ。
今右サイドでやったことを頭に入れといて、それと同じこと、中心部分は縦スライスに近い斜めスライス、しかもオンベース、ガイドに合わせてグラデーションの角度で切っていきます。はい、次のセクション、放射状に中心部分は動かないで少しの量で徐々に前方方向に放射状に取ります。やはりここも右サイドでやったようにオンベース、シェイプの方向、カットライン全て右サイドと同じようにカットしていきます。右サイドと同様にオンベースでグラデーションの角度で切っていきます。はい、最後のセクションはブロッキングラインと平行になるようなスライス、徐々に横スライスに近い感じになっていきます。これでブロッキングラインまで切り上がりだ。この段階で左右対称に切れてるかどうか修正をします。そこから次へのステップに移っていきます。そうしましたら引き続き今度上のパネルを切っていきます。斜めスライスに取ります。下のガイドに合わせて、この場合にあんまり急激に角度を上げないである程度の角度をキープして切っていきます。はい、次のセクション、次のセクションもセンターはあまり角度を上げないように、サイドも心持ちバックに引いてカットします。ナチュラルシェイプに近い感じ、ダウンに持ってきてカットします。次のセクション、バックセクションはあまり角度を上げないように、しかも後方にシェイプして徐々にフロントサイドに近づくに従って角度を後方からやや前気味に移動していきます。最後のセクションは当初こちらバック方向にシェイプをするんですけれども、徐々にこのシェイプがだんだん下の方に落ちてきて、最終的には心持ち後ろに引かれるぐらいな感じでいきます。シェイプの方向と、それからリフトアップと、あと方向性が変わるという、その方向性っていうのはここの段差のつき具合を見て徐々に変えていきます。次のセクションも一定の角度をキープして後ろ方向にシェイプをして、徐々にフロントサイドに行くに従ってこのシェイプの方向が変わってきます。サイド方向は比較的ダウンシェイプで切っていきます。はい、バックセクションは後方に引いてカットします。下のガイドに合わせてカットします。カットした後はシルエット、バランス、カットの状態が良いか仕上がりのようにシェイプして確認しながら進めます。フロントサイドはワンレングスに近い感じになるようにダウンシェイプで切っていきます。はい、これで左サイドがカットできました。はい、じゃあ右サイドも同様にカットします。初めのスライスはそんなに分厚く取らないでカットしていきます。はい、下のガイドに合わせて次のセクションも同様に取ります。センター部分はあまり角度を上げないで後方にシェイプをして下のガイドに合わせてカットしていく。サイドに行くに従って後方への引きを少なめにカットしていきます。両サイドスタイル自体はアンシンメトリーなんですけども、両サイドはシンメトリーなので同様に左サイドを切った時と同様なシェイプの方法、パネルの引き上げ全て同じように自分で記憶しといてそのように切ります。
でこの段階で左右対称かどうか確認します。左右対称かどうか確認して、あと何ミリ切れば左右対称になるかを確認してからもう一度切ります。はい、次も同様にしてカットしていきます。左サイドと同様にフロントの方はあまり角度を後ろへ引かないでカットします。バックセクションは左サイドと同じようにあまり角度を上げないで後方に引いてカットします。でフロントサイドに近づくに従ってシェイプの方向は下に近くなっていきます。でサイドは真下よりやや後ろぐらいに引いて下のガイドに合わせてカットします。最後のセクションも同様に後方に引いてもう一度左右対称かどうか確認します。 OK でしたらチェックカットに入ります。まずバックセクションは前頭部と後頭部を深めに取ります。この時に今まであまり角度を上げなかったんですけれども、この時少しだけきれいになじむようにエレベーションカットします。これも角度を上げてきます。数ミリカットします。前方の方にきれいにシェイプをしてアウトラインを切っていきます。切りづらい時は刃先を使ってカットしていきます。首の丸さに沿って R をつけていきます。あとはブロードラインしてその人の生え方によっては形がきれいに出ない場合があるのでドライしてからもう一度チェックカットします。反対側も同様にチェックカットします。アウトラインを決めていきます。あとは前髪の方を顔に沿ってここに厚さがあるよりもここを薄くしてあげることによってより顔になじむっていうことと、ここに短い毛を作ってあげることでよりフォアワードに上がりやすくなります。だいたいこのぐらいのセクション、耳の上が一番分厚くなるように耳の上から徐々に鼻先に向かってだんだん薄くなるようにだいたいこのぐらいの感じのところを少し削いであげます。こう入れてあげることでよりフォアワードに出やすくなって顔にフィットしてきます。もちろんこちら側もどこでカーブすると顔によりフィットしてくるかっていうことを考えて、まずは前方向に短い毛を作ってあげます。フェイスラインに沿ってなるべく薄く毛がなじむようにでフォアワードへ出やすくなるようにこういう斜めのラインで入れてあげます。よりフォアワードに出やすくなって顔にもフィットしてきます。
はい、ではもう一度図解にて確認してみましょう。動画では襟足部分のガイドを作っていませんが、最初にガイドを作ってからでももちろん問題ありません。むしろその方が安全でしょう。この動画では襟足の部分を薄く少しカーブを描くように切りたかったため、このようなカットの仕方をとっております。最初にグラデーション、段差の部分のブロッキングをします。この位置の決め方は A ラインボブの襟足の段差のポイントをどの位置に設定するかによってブロッキング位置を決めます。これは仕上がりのヘアスタイルの段差を想像してこのように決めています。この段差の位置は作りたい前下がりのボブのイメージややはり経験によって決めることになります。図解では初めに襟足にガイドを作ってカットする方法を解説しています。この襟足のガイドはおかっぱスタイルを全動画で作った時と同じ決め方です。センターラインの上に図のようなパネルを引き出しカットし、下のグレーのパネルに向かって切り進みます。次のパネルも先ほど切ったガイドを少し入れて縦スライスに近い斜めスライスに取り、ガイドに沿ってカットします。図のように最後のパネルまでカットを進めます。左半分をカットしたら右側も同じように切り進めますが、左側と同じように引き出したパネルの上下の角度や左右の角度を覚えておいて、同じ角度になるように切り進めることです。この図のように両サイドカットしたら、そこで左右対称かどうか見た目や紙を引き出しチェックします。違っていたらパネルの引き出し角度が左右対称でないということです。自然に溶かしてみて両サイド同じようにできましたら次に進みます。次は耳の厚さがカバーされる厚さに取って前に向かってスライスしブロッキングします。襟足のグラデーションで切られた部分をガイドにパネルを後ろに引きカットを進めます。次のブロックも同じにカットします。トップの部分はまだカットしないで残しておく。右側部分も同じ要領でカットしてモデルさんの前に回り、両サイドの紙をつまんで長さが同じかどうか確認します。同じでしたら左部分と同じようにカットが進められたことになります。特に前から見たところはモデルさんが一番気になるところですので、左右対称かどうか慎重にチェックします。図のようにトップ部分はセンターで分けて下のガイドに合わせてカットします。前髪部分は前回紹介した前髪カットの方法を取り入れたカットをすれば完璧です。襟足部分やアウトラインをきれいにチェックカットして終わりになります。はい、以上になります。後ろに段差がついた前下がりのボブカット、わからなくなったら動画や図解を止めながら練習すると良いでしょう。この富雄アカデミアでは今カットの仕方について発信しています。もしこの動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。下の概要欄に貼っておきますのでヘアカットに関する動画をご覧ください。では動画ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。